代の主役井上馨って人がイギリスに留学したって話を聞いたのだ。それって今の時代の海外旅行みたいなキラキラした感じだったのだ。ずんだもん、全然違うわよ。当時の留学は命がけの一大決心、まさに人生をかけたビッグチャレンジだったの。キラキラどころか見つかったら一巻の終わりよ。留学がバレたら大変なことになるのだ。なんでそんな危険なことをしたのだ。いい質問ね。そこには日本の未来を憂う若き侍たちの熱い思いがあったのよ。今日は井上馨の運命を大きく変えたイギリス留学4人輸長州5の挑戦について解説していくわね。国金を破る命がけの密航。まず大前提として、当時は江戸時代の終わり、バリバリの鎖国中よ。幕府の許可なく外国に行くなんてとんでもないご法度、死罪になってもおかしくない行為だったの。いえ、死罪なのだ。そんなリスクを背負ってまでなんで外国に行きたかったのだ。しかも井上馨って外国嫌いの上位派だったって聞いたのだ。その通り、井上馨は伊藤博文たちと一緒にイギリス公使館を焼き討ちしちゃうくらい過激な上位派の侍だったの。でもね、彼らは気づいちゃったのよ。敵を知らずしてどうやって勝つんだって。なるほど、敵情視察ってことなのだ。スパイ大作戦みたいなのだ。まあそんな感じね。このままじゃダメだ。外国の進んだ技術や知識を直接この目で見なければ日本は世界から取り残される。そう考えた井上馨、伊藤博文、山尾洋三、井上勝、遠藤金介の5人は藩に内緒でイギリス留学を決意したの。これが長州5よ。おう、秘密結社みたいでかっこいいのだ。でもどうやって行ったのだ。もちろん普通の船じゃいけないわ。横浜の商人に頼み込んで貨物船にこっそり乗り込んだの。髪を切って武士の魂である刀も捨てて、まるで逃げ亡者みたいにね。船乗りとして働きながら約4ヶ月もかけてようやくロンドンにたどり着いたのよ。未来都市ロンドンの衝撃。4ヶ月も船の上なのだ。大変だったのだ。着いたロンドンってどんなところだったのだ。ずんだもんの想像をはるかに超える世界よ。当時の日本はまだお侍さんが刀を差して歩いている時代。そんな彼らが降り立ったロンドンは黒い煙をもくもく吐きながら走る蒸気機関車、巨大な工場が立ち並ぶ工業都市、まさに未来都市にタイムスリップしたような衝撃だったの。うわ、僕でも腰を抜かしちゃうのだ。鉄の馬が走ってるなんてびっくり仰天なのだ。でしょ。井上たちはその圧倒的な文明の差に言葉を失ったわ。これが世界のスタンダードなのかと、自分たちが今まで上位だ、外国を打ち払えだと言っていたことがいかに無謀で井の中のカエルだったかを痛感したの。それはショックなのだ。自分たちの信じてたものがガラガラと崩れ落ちる感じなのだ。まさにその通り。この経験が彼らの考えを180度変えることになるの。上位なんて無理ゲーだ。これからは外国と手を取り合って日本の国力を高めるしかない。つまり上位から開国へと国の進むべき道を見出したのよ。まさかの緊急帰国指令。なるほど。じゃあイギリスでいっぱい勉強してスーパー侍になって帰ってきたのだ。それがね、そう簡単にはいかなかったの。ロンドンに着いてまだ数ヶ月しか経っていない頃、彼らのもとに衝撃のニュースが飛び込んでくるのよ。何一体何があったのだ。なんと彼らの故郷である長州藩はイギリスを含む4カ国の連合艦隊と戦争を始めたっていう知らせよ。いわゆる下関戦争ね。学びに来た国の仲間と故郷が戦争？最悪のタイミングなのだ。でしょ。このままじゃ長州が滅ぼされる。そう考えた井上馨と伊藤博文は急いで日本に帰ることを決意するの。せっかく命がけできた留学を中断してでも国を救うためにね。人生を変えた半年間の冒険。急いで帰国した井上と伊藤は通訳として両国の間に入って必死に和平交渉を進めようとしたの。残念ながら戦争を完全に止めることはできなかったけど、この時の経験が後の外交官としての井上馨の礎になったのは間違いないわ。たった数ヶ月の留学だったけど中身がめちゃくちゃ濃かったのだ。結果的に井上馨のイギリス滞在は半年にも満たなかったの。でもこの短期間の経験で得た知識と世界の広さを知った衝撃は彼の人生、そして日本の未来を大きく変える羅針盤になったのよ。国禁を破って命がけで未来をつかみに行ったのだ。長州5、めちゃくちゃ熱い男たちだったの
のだ。僕もずんだ餅の未来のために世界に飛び出すべきなのだ。ずんだもんはまず目の前のお餅をちゃんと食べることね。ともかく井上馨の人生を語る上でこの長州5としての挑戦は絶対に欠かせない最大のターニングポイントだったのよ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。